不動産屋さんの階段へようこそ。道に迷ったり違う場所に来てしまったりするのは、その土地に呼ばれていることもあるのかもしれません。さて、これは私の友人の息子さんが今から10年ぐらい前に体験したお話です。その息子さんを仮にひろきさんとお呼びします。当時20代後半だったひろきさんは仕事の帰りによく温泉スパに通っていたそうです。ひろきさんは神奈川県横浜市の実家で母親と兄の3人で暮らしていました。職場は東京でしたが、東急田園都市線の某駅が最寄り駅で、その駅から出ている温泉スパ行きの専用バスに乗って目的の温泉施設に通っていました。そんなある日のことでした。その日はいつもより仕事が終わるのが遅くなり、ひろきさんが最寄り駅に着いた時はすでにすっかり暗くなっていました。季節は春でしたが、夜になるとまだまだ寒く、ひろきさんは早く温泉に浸かってリラックスしたかったそうです。そこですぐ温泉スパ専用バスが出るバス停へと急ぐと、ちょうどその専用バスが来ていました。この寒空にバスを待たなくてよかったので、ひろきさんはラッキーと思いながらさっと乗り込みました。するとバスには誰も乗っていませんでした。いつもは必ず5、6人は乗っているので、ひろきさんは珍しいな、少し遅い時間だからかなと思いました。しばらく他の乗客を待っていましたが、誰も乗り込んでこなかったので、運転手はドアを閉めバスは出発したそうです。ひろきさんは仕事で疲れていたので、ゆらゆらと心地よくバスに揺られながらぼんやりと何も考えずに車窓を眺めていました。しばらくしてひろきさんは外の景色にふと違和感を感じてきました。あれ、こんな道通ったっけ？そう思ったそうです。いつも見慣れたバスからの眺めですが、なぜか行ったことのないルートを走っている感じがしました。専用バスですからまさか乗り間違えることはないので、ひろきさんは疲れているからいつもの道も違って見えるだけで気のせいだなと思い気にしませんでした。でもしばらく様子を見ていると、やっぱり通ったことがない風景が続いているように感じました。ひろきさんが変だなぁと思っていると、突然バスが大きく右に曲がったそうです。ひろきさんはあれ、こんな道で入ったことはないがと初めて違うルートを走っていることを確信しました。ただひろきさんはきっとこの専用バスは遅い時間帯だと別ルートで目的地に行くのかもしれない、そう考えました。でも別ルートにしてはその道は街灯がほとんどない薄暗い狭い道で、方角的にも何かしっくりしませんでした。そしてどんどんバスはひろきさんが日頃見慣れた横浜の街並みとは正反対の薄暗い寂しいエリアに入っていきました。バスは温泉スパまで直行ですから、途中で乗客を拾うこともないので、ひろきさんだけが乗客で、暗い車内に運転手と2人だけの状態でした。運転手はごく普通の40代ぐらいの男性で、まるでひろきさんが存在しないかのように運転に集中していました。そしてひろきさんはいつになくバスの車内が重い空気に包まれていく感じがして、だんだん不安になっていきました。それはまるで異国の地で一人で夜目的地がわからないバスに乗っているような、そんな気持ちだったそうです。知らないところに連れて行かれて二度と帰ってこれないというような不安でした。運転手にどこに行くのか尋ねればよかったのですが、ひろきさんはなぜかそんな簡単なことが聞けませんでした。でも少し落ち着いて考え、
大の大人がバスにどこかに連れて行かれるなんて思う自分の方がどうかしていると思い直したそうです。もう何でもいいからすぐにバスを止めてもらって降ろしてもらおう、そう決心しました。そこでひろきさんは運転手に向かって降りますと一言言いました。すると運転手はうなずくこともせずに無言のままひろきさんを無視して運転しています。その時は本当に怖いと感じたそうです。その張り詰めた沈黙にひろきさんの背筋に冷たいものが走りました。そしてこの運転手は頭がおかしいのかと思い始めていました。すると突然運転手は何も言わないままスーッとバスを路肩に止め、バタンとドアを開けたそうです。ひろきさんは一瞬呆然としましたが、すぐに我に返り慌てて逃げるようにバスのタラップを降りました。外に出れたひろきさんがほっとため息をつくと、バスは再びバタンとドアを閉めて走り去っていきました。そしてバスは暗闇の中に吸い込まれるように見えなくなったそうです。ひろきさんは一体あのバスは何でこんなところに自分を運んだんだと不可解でなりませんでした。さて降ろしてもらえたのは良かったのですが、ここがどこかも分かりません。わずかな街灯しかない寂しく暗い場所で民家もなく、家に戻るにはどこか大通りに出るしかないなと思いながら周りを見渡しました。するとひろきさんはハッとしたそうです。今バスが止まったところは神社の鳥居の真正面だったのです。よりによってバスを降りたところが夜の神社の真ん前だったことに、ひろきさんは少し怖くなりました。さほど大きくはない神社でしたが、よく見るとひろきさんはぎょっとしたそうです。その鳥居の前にどういうわけかカラスの死骸が吊るしてあったのです。暗い神社の入り口にそんな不浄な忌まわしいものが吊るしてあったので、ひろきさんは気味が悪くなりました。まるで自分は不吉な何かに招かれてここに連れてこられたような気持ちになり、嫌な胸騒ぎがしました。そこで急いでその場を立ち去り、とにかく明るいところを探して歩きました。するとしばらく行くと明かりがちらほら見えてきて、一軒のコンビニが見つかり、ひろきさんは「ああよかった」と安堵しました。そこでコンビニに駆け込み、結局もう遅いのでタクシーを呼んで家に戻ったそうです。さて夜10時ごろ無事タクシーで自宅に到着し、ひろきさんは玄関ドアを開けて家の中に入りました。するとそこには母親と兄がいたのですが、2人が同時にぎょっとした顔をしてひろきさんを見たそうです。ひろきさんは思わず「何何、僕どうかした?」と2人に聞くと、お母さんとお兄さんが口を揃えて「一体今までどこに行って何を連れてきたんだ?」と聞いてきました。ひろきさんは意味がよく分からず唖然としていました。するとお母さんが言うには、今ひろきさんが部屋に入ってきた時、ひろきさんの後ろに一瞬誰かがいるのが見えたということでした。あら誰かしらと思いよく見ると、それは髪の長い若い女性で、キャメル色のトレンチコートを着ていたのがはっきり分かったそうです。でもそれは一瞬のことで、女性はすぐ書き消えていったので、生きている人ではないとお母さんは分かりました。それを聞いてひろきさんはじわじわ血の気が引いていきました。するとお兄さんもひろきさんの後ろに同じく女性が見えたということでした。でもお兄さんにはその女性は着物姿に見えたそうです。
ひろきさんのお母さんとお兄さんは霊感があるので、服装は違っても女性の霊が見えていましたが、ひろきさんには何も見えていませんでした。2人の話を聞いてひろきさんは慌てて今夜のバスの不可解な出来事をすべて話したそうです。目的地とは違う知らない土地の神社の前にまるで導かれるかのように行くことになったと話すと、お母さんは不吉な予感がしたようでした。その女性の霊は間違いなくその神社かもしくは神社周辺に関係があり、バスに乗り込む時からなのか神社で降りた時からなのか、ひろきさんに取り付いていたのかもしれないと思いました。そこでお母さんの勧めでひろきさんはすぐにお祓いをしてもらいました。その後女性の霊は取れたということですが、油断はできないとお母さんは思い、その神社を探したそうです。ただひろきさんも道順の記憶が曖昧で、それらしい神社を特定はできませんでした。でもそもそもその神社自体、本当にこの世に存在していたのでしょうか。カラスの死骸ですが、知人の神社関係者に聞いたところ、神道では全く意味をなさないそうです。そして何よりも、なぜあの専用バスの運転手はひろきさんを乗せて全く違う方面に行ったのかということです。乗り物には霊がつきやすいと聞いたことがあるので、ひょっとしてあのバスの運転手の男性も何かに取りつかれていて、その何かがひろきさんをおびき寄せていたのかもしれませんね。皆さんはどう考えますか？ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。